ボンジュール。今回の動画では4月のパリを満喫しましょう。まずは私も初めて訪れた富士の名所をご紹介します。その後はパリの花巡り、そしてサンジェルマン・デ・プレ地区のとても人気のレストランへご一緒いたしましょう。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみくださいませ。日曜日の朝から何事でしょう。この盛り上がり。そうなんです。4月の日曜日、この日はパリマラソンの開催日だったんです。2025年のパリマラソンでは史上最多の5万6千人余りの参加者があったそうです。ルーブル美術館前の石畳の道、モナリザもランナーたちを見守っています。ルーブル美術館の東側の歩道に給水所が設けられていました。なるほど、蛇口から給水するシステムもあるんですね。ここではバナナなども配られていました。向かい側には仮設トイレもこんなにたくさん並んでいます。パリマラソンの季節になるとパリにも春が来たなと私は実感します。パリの春はランナーたちによって運ばれてくるのかもしれませんね。ところ変わってこちらはパリ5区カルチェラタンのジュシュ駅。このチャンネルをご覧くださっている方の中にはあの場所だと気がついた方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうです。フリーマーケットが開かれていたところなんです。そしてここは霧の花が美しいところでもあるんですよ。今日私はここから足を伸ばして南の方へ歩いて行きます。白栢の桜の時にご紹介したジャルダン・デ・プラント植物園の西側の入り口がここにあります。まあ綺麗に花が咲いていますね。これはシャクナゲかな。とってもみずみずしい白です。さらに南の方へ歩いていきます。以前このチャンネルでご一緒していただいたキコさんからの花だより、そろそろモスケの藤が見頃になるわよと彼女が教えてくれたんです。そうなんです。イスラム教の寺院、これはフランスの最大級のもので1926年に完成しています。第一次世界大戦でフランスのために戦ったたくさんのムスリム兵士への感謝の気持ちを込めて創建された建物だそうです。素晴らしい中庭の光景が目の前に広がっています。この建物のアーチで切り取られる世界がまさに
物語の舞台のようではないでしょうか。千夜一夜物語、アラビアンナイト。藤の花というと、日本人の私としてはとても日本的な花というイメージを持っていました。日本人形に藤娘というのがありますし、浮世絵にも藤の名所が描かれていたりしますものね。だからこんな風にパリで、しかもイスラム教寺院の中で咲く藤の花というのがとても新鮮でした。ミナレット、塔を背景にした藤の花、白い壁とモザイクタイルを背景にした藤の花、それはまさに私にとって新しい美の発見と言っていいくらいのものでした。モロッコとチュニジアを私は訪れたことがあります。とても素敵だなと思ったのが中庭のある邸宅です。それがまさにここで再現されている。しかも素晴らしいスケールですよね。北アフリカはとても乾燥した土地、暑い土地という印象があります。それゆえに水というものの価値が高いと感じます。中にはパティオの中心にはこんな風に水場があって、それはとても贅沢なことなんだろうと思います。国立植物園にも近いこの場所、庭が本当によく手入れされていますよね。リラの花の香りがあたりにすがすがしい空気を放っています。こちらにもパティオがありました。中央には見事なモザイクタイルが敷き詰めてあります。壁のモザイクタイルも見事でしょう。まさにモロッコを旅したような気分です。とはいえ、ここから見えている風景は紛れもなくパリなんです。そうそう、モザイクタイルといえば、私はモロッコの古都フェズを訪ねた時、モザイクタイルの工房を見学する機会に恵まれました。そこでは職人さんたちがこのタイルのピースの一つ一つを手で砕いて形にしていたのを思い出します。これらの漆喰の壁の装飾もまた本当に素晴らしいですよね。幾何学模様や植物模様のレリーフ、まるでレースのように見えます。ここは礼拝所ですね。イスラム教寺院の装飾としては、文字が装飾的に使われているという印象があります。
図書室もありました。文化先進国というとヨーロッパというイメージがありますけれども、中世まではアラブ・イスラム世界の方が先進的だったですよね。アラブ・イスラム文化からヨーロッパは多くのものを学んだのだと思います。この図書館にはそういった知の集積の一部が収められているのかもしれません。こちらには隠れ家のような庭もありました。静かにバラの花が開き始めていました。白壁に映える影、これを見ているとアラブ・イスラム世界は光の国の文化芸術が発展した場所だったんではないかなと思えてきます。民族衣装をまとった女性たち、この空間にとても合っていますよね。その国、その地域ならではの造形というのにはやはり意味があるんだなと思えてきます。光があるから影があり、それがまた美しい。窓越しに眺める藤の花もとても優雅です。大満足のお花見の後はティータイムとしましょう。お昼には確かクスクスなどの食事も楽しめるのではないかと思いますが、私たちはテラスでお茶をしたいと思います。とってもたくさんの種類があるスイーツの中から私たちはこれを選びました。コルヌ・ド・ギャゼル。お茶はもちろんミントティーです。さて、植物園の脇の道、そこに藤が見事なお宅があるわよと別の友人が教えてくれたので、そこにも少し立ち寄ってみました。なるほど、少し盛りが過ぎていましたが、なんとも見事な眺めですね。藤が有名な場所というと、また別のところを思い出す方もいらっしゃると思います。ここは以前このチャンネルで紹介したカフェラ・ダム・ドゥ・パリなんですが、その近くにあります。そうです、こちらです。こちらのカフェレストラン、皆さん写真を撮りたくってにぎわうことがあるんですが、私が訪れた朝はたまたまこんな感じ。どなたもいらっしゃいませんね。藤の花は満開でした。ここからはノートルダム大聖堂がもうすぐそばです。大聖堂までの道沿いにマロニエの花が咲いています。ここのマロニエの木は赤い花をつけていますね。
やはりシテ島の中にある花市場、私はここの桐の花が咲くのも楽しみにしています。この花市場全体が桐の花のとてもいい香りで包まれているような気がするんです。春は花市場のスタンドの品揃えもことにカラフルになりますね。マロニエの花といえば、ここは見ておかなくてはと思って、私はドルフィン広場にやってきました。やはりここでも赤いマロニエの花が咲き始めていました。この広場はとっても雰囲気があります。パリっ子たちがペタンクをしていたりするんですが、最近はカフェのテーブルや椅子がこの広場の真ん中にもセッティングされていて、より魅力的になってきたような気がします。そして広場を出たところすぐにこの見事なマロニエの大木があるんです。この木の花は白ですね。向かい側に見えているのは芸術橋とルーブル美術館です。ここのマロニエの並木にも花がつき始めました。ブキニストたちが軒を連ねる川岸です。セーヌ川の岸辺からボナパルト通りへと入ってくると、やはり桐の花が目に入ってくるんです。この通りにはとても趣味の良いお店が並んでいます。お店ごとのディスプレイを眺めて歩いているだけでもとても楽しいんですけれども、最近だとこのお店が特に秀逸だなぁと思います。オリジナルの壁紙をこんな風に道行く人にも分かるように見せてくれているんです。サンブノワ通り、学校の前の歩道にこんな風な仕掛けがしてあります。その先にはステーキの専門店があって、ここは本当に毎日行列ができているんですよね。さらに歩いていくと、やはりこちらも行列ができる人気店になったカフェフロールです。サンジェルマン・デ・プレ教会。さて、この界隈でランチにしましょう。教会の横の公園も花盛り。カフェやレストランでにぎわうビュッシー通り、そしてそこから続くサントンドレ・デザール通りを歩いていくと、目的のお店が見えてきます。はい、私が目指すお店はこちら。
コルベルという名前のレストランです。ここは数年前からかなり評判の良いレストランなんですが、最近またシェフが変わってさらにパワーアップしていると聞いたので、友人と一緒にランチをいただきたいと思います。まずおすすめいただいたのはつきだし。イワシをハーブでマリネしたもので、ヨーグルトのクリーム、そして柑橘類のソースが添えてあります。しかもこのヨーグルトの下にはグリーンピースとそら豆のサラダが忍ばせてあって、これが食感の楽しみにもなっています。お魚のお料理なんですが、爽やかでとってもエアリーな感じがします。そしてこちらは前菜の一品、サバとビーツパテオンクルートです。まずこちらですが、サバの表面を軽く焦がしたその焦げた匂いそのものを楽しみます。ビーツは火を入れて柔らかくしたものと、ほとんど生に近い状態のものと2種類を使っていて、その二重の構造がとっても面白い。味としても食感としても変化をつけているんですね。グリーンのクリームはクレソン、白い方のは西洋わさび。こちらのパテオンクルートは期待以上のものでした。豚肉、フォアグラ、ピスタチオ、そしてモリーユ茸が使われているんですが、ジビエを思わせるような野生味も感じる一方で、とってもソフィスティケートされている完成度の高いパテオンクルート。カラメリゼした玉ねぎのピュレが添えてあります。シェフ自らがメインディッシュを運んできてくれました。こちらは鴨のお料理、そしてこちらはあんこうがメインの食材になっています。鴨は内臓を取り除いた状態できれいにお掃除がしてあって、骨付きのまま皮にしっかりときれいな焼き色がつくまでオーブンでじっくりと焼くんだそうです。しかも調理をする前、数日間置いて皮を乾燥させているんですって。そうすることによって皮がパリパリっとした食感に焼き上がるのと同時に油っ気が控えめになるんだそうです。鴨肉のクオリティはもちろんのこと、焼き加減もまさに完璧です。添えられているキャベツ、そしてカブも食感を大切にして調理されているなという感じがします。これはパルモンチェとシェフがおっしゃっていましたが、下の方には鴨のもも肉の部分が使われているパルモンチェです。モリーユ茸がたっ
ぷりと使われているこのあんこうの一品、魚料理ではありますが、お肉料理並みのボリューム感と言ったらいいんでしょうか。とっても充実感がある一皿でした。このあんこうの表面をご覧ください。まるで白鳥貝のような美しさじゃないですか。この日、私と一緒だった友人はなかなかの食通なんですが、彼女曰く、私ならこのレストラン5つ星中5つ星をつけるわと言っていたくらい、本当にクオリティの高いお料理の数々。私たちは2人とも大満足です。私たちが選んだデザートはいずれも旬の食材を使ったものです。友人のはルバーブ、フキです。そして私の方はイチゴ。手をかけすぎない、素材の持ち味を十分に生かしたデザートですよね。ルバーブはいかにも春のデザートよと私の友人が言います。とても爽やかな酸味でいただくデザートでした。そうそう、デザートだけでなくお料理全体に言えることなんですけれども、最近の注目のレストランで感じることは酸味が上手に使われていることなんですよね。それがこのレストランでも確信に変わりました。昔からここにあったとおぼしき亜鉛のカウンター、その奥も客席になっています。なかなか良さそうな席じゃないですか。そして2階にも客席があって、その奥が厨房になっていました。シェフのバティスト・ボルドリーさん、彼はジョルジュサンクやジョエル・ロブションなどの名店で経験を積まれた方、とてもセンスのある料理人さんだなと私は思いました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はお楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞいいねボタンを押してくださいね。また率直な感想をお寄せいただくととても励みになります。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。